ちは、吉岡直樹と申します。ジャズベース講座の7回目ということで、今日はメジャースケールの4度のインターバルについてお話しします。今日の狙いは3つあります。1つは前々回のメジャースケールの練習、それから前回のメジャースケールの3度のインターバルの練習に引き続き、今回もメジャースケールについて理解を深めます。2つ目の狙いですが、運指です。合理的で一貫性のある運指を身につける練習の一環です。それから3つ目は左手の強化です。特に準備の動きがとても大事になってきます。メジャースケールの4度には1組の増4度のほか6つの完全4度のペアがあります。この完全4度の動きというのはこの楽器にとってあまり得意ではありません。ところが、ベースラインの中でよく出てきます。例えばこのような動きですね。このようにですね、4度、要するに、コードトーンのルートと5度を完全4度下の方で演奏するような時は、ルート、5度ですね、完全4度下降で戻る時に完全4度上降というこの動きが出てきます。今日の練習は、この動きをよりスムーズに、しかも力強く演奏できるようになるためにはとても重要になってきます。それでは早速メジャースケールの4度のインターバルの練習についてお話したいと思います。まずは E メジャースケールの4度のインターバルから始めます。一度弾きます。ここでですね、親と思った方、気づかれた方がいらっしゃるかもしれません。それは3つ目から5つ目までの4度のペアの運指ですね。私はここについて0、1、1、1、4、4。このような運指を採用したのですが、これに対して例えば0、1、2、2、4、4。このような運指の方が良いのではと感じた方いらっしゃるかと思います。それで、そのような方は何がいけないか、私の運指の何がいけないかと言いますと、ここの D シャープからここの B のところの運指がですね、同じ指、この場合は1の指ですが、さらに、その動きをする中で威厳と、それからポジション移動ですね、シフティング。これが同時に起こっているので非常に弾きにくいのではないかということです。しかしこれを2、2に変えることで確かにこの動きは解消することができますね。このように。しかし、私はあえて1の指をここで使うということが、良いのではと考えます。その理由は2つあります。1つ目は同じ指で威厳とシフティングを同時に行うという動き。これはですね、私いろんな運指を調べたんですけれども、これは避けて通ることができないということが分かりました。例えば今日、お話しする、メジャースケールの4度でもですね、D フラットメジャーの4度のインターバルや、あるいは G フラット、あるいは F シャープメジャーの4度のインターバルでこのような動き、44の動きも含めてなんですが、避けて通ることはできません。それから2つ目の理由なんですが、今の動き、もう一度弾きますが、D 線の動きだけにちょっと注目していただきたいんですね。つまり D 線だけ取り出すとこのように弾いてるわけです。それでこのような動きを、114と演奏するのか、それとも124と演奏するのかということなんですが、これについては前々回、第5回目の動画、メジャースケールの練習のところでもお話したのですが、これは124よりもやっぱり114で演奏するのが、良いということに私は決めてます。ここも、議論分かれるところだとは思うんですが、これは下りで4、2、1で弾くのかというところもあります。従いましてですね、112との一貫性で、やはりここは
と弾くのが、一貫性で合理性のある、運指という観点からも、その方がよろしいと私は考えます。それではもう一度、E メジャースケールのヨドですね、これを説明しながら、もう一度弾いてみたいと思いますが、まずはここで、1を、押さえますね。つまり、開放弦と1でこう単3度の、ダブルストップのような状態ができています。そしてここでも同様です。今度は4の指、1の指で単3度が出てきます。このように、メジャースケールのヨドのインターバルでは、ヨドの練習なんですが、このように3度の指の形による準備が、よく出てきます。そして次、開放なんですが、ここで1を押さえておきます。そして1、1ですね。ここちょっと難しいんですが。で、ここでも3度、今度は長3度です。1の指、2の指で押さえてます。下りです。下りも、指をですね、押さえている指を残すことによって3度の準備、3度の重音による準備が、の動きが出てきます。最初に出てきますが、次ですね、1の指はそのまま、2の指だけを、D 線に、移動する。これでこう長3度ができてるわけですね。これが次の音の準備になります。ここも一緒ですね。1の指だけ D 線に残ってます。そうすることで、そして異弦とシフティングが同時に起こりますが、ここ難しいところですね。ここでポジション移動だけしておきましょう。そして、やはり1の指が残ってます。このようになります。続いて、D メジャースケールのヨドのインターバルです。これは E メジャースケールのヨドのインターバルと似ているところがあります。一度弾いてみます。このようになります。それでは説明していきたいと思います。最初はここで B を押さえます。ここで重音になってますね。ここで G シャープを押さえとく。そしてここで3度の形になってます。で、次なんですが、ここで2を押さえてますね。D 線で。そしてここを2で弾きます。4の指で弾き終えるということですね。つまりシフティングの量を最低限にしているわけです。ここで3度になってますが、次ここでですね4を押さえてます。そうすることで、次はシフティングするだけでいいということですね。で、1が残ってます。で、シフティングだけはしておきましょう。そしてこのようになります。続いて、D メジャースケールのヨドのインターバルです。これは上の2弦だけを使ってポジションがどんどん上がっていきます。では詳しく見ていきたいと思いますが、ここで E を押さえます。そして1の指で、異弦とシフティング。ここで2を押さえ、4を押さえます。ここで1に変わっています。次の、ための準備ですね。ここに2ですね。4の指ではなく3の指を使います。下りです。ここで、G の、やや高いところになるんですが、4の指で押さえてます。このポジション、第10ポジションは本来4の指は使わないのですが、次の、ポジションのための準備のためにあえて4を使ってます。そしてシフティングするだけでこのように E になるわけですね。ここでまた4を押さえ、ここは重音になってます。増ヨドですからね。そして1
11ですね。ここはちょっと難しいところ。このようになります。続きまして、G メジャースケールの、ヨドのインターバルです。では詳しく説明していきます。これは結構トリッキーな動きが出てきます。まずここで B を押さえますが、次、C も押さえます。そして C を弾くときは F シャープを押さえます。次 E を押さえます。これ次は F のナチュラルを押さえてます。2の指で。そしてポジション移動ですね。今度は10音で押さえてます。ここは B を押さえていて、このまま1を押さえた状態です。そしてで10音押さえます。押さえたままですね。このようになります。ちょっと1拍ずつですね、ずれているというか、左手が先行しているところがちょっと特に上りなんですが、この、G メジャーのヨドのインターバルの難しいところです。続きまして、C メジャースケールのヨドのインターバルです。大体すべて、説明した動きかもしれませんが、一応説明したいと思います。次 E を押さえます。で、F と A を押さえてます。そして次の瞬間 B を押さえます。そうですね。そして、1に変わってます。T 線ですね。そして G で3度の、形になってます。で次2を押さえてます。次、14になってますね。すいません、ちょっとピッチが悪かったですね。で2を押さえたまま次4を押さえますね。このようになってます。3度ですね。次また4を押さえます。で42になってますね。増ヨドですから、ここは準備ができます。で次の瞬間1に変わってます。そしてこのようになります。続いて、F メジャーの、ヨドのインターバルです。これは一つのポジションで弾くことができます。これも G メジャースケールと同様、ちょっとトリッキーな動きが出てきます。まず最初は次、3度で押さえます。そして次、B フラットを押さえます。で次 E を押さえます。で C を押さえます。ここの連続の準備が非常に難しいですね。そして次 E を押さえます。次 F を押さえます。ここ E を押さえ、次 B フラットを押さえます。続きまして B フラットメジャースケールのヨドのインターバルです。まずここで C を押さえます。次 E フラットを押さえ、次 A を押さえます。でこの形のままこのようにポジションに出します。そして3度になってますね。
G を押さえてます。でここで F シャープを押さえていて、で B フラットを押さえてます。2の指を押さえたまま今度は4を押さえます。そして1は残ってます。次2を押さえてます。そしてこの形のまま1が残ってます。このようになります。簡単なようでちょっとこれは実は難しいということです。続きまして E フラットメジャースケールの4度のインターバルです。ですね、これは一番高いところまで、高いポジションまで上がります。まず、4を押さえます。今度1を押さえてます。2を押さえ、次4を押さえます。1に変わります。そして4を押さえ、2を押さえてますね。でここで3、ここのポジションは第11ポジション3の指です。ギリギリ見えてますかね。今度2が残ってます。そして次11ポジション、ここ本来は4の指使わないんですが例外的に4で押さえてます。ちょっと切れてしまって申し訳ありません。このようになります。続きまして、A フラットメジャースケールの4度のインターバルですが、弾いてみます。まずですね、この辺まではいいんですが、次2を押さえますね。そしてポジション移動。で、次2、4で押さえてます。そして次 E フラットを押さえてます。で、4ですね。次2を押さえます。1で4を押さえます。2が1、2が残って、次4を押さえます。で、1が残ってますね。で次なんですが、ちょっとここが面白いとこなんですが G を弾くときに、D フラットと、F を押さえておきます。そうするとここまでいけるわけですね。ここで4の指離してもよくて、ここで1を押さえてます。そしてこのようになります。続きまして D フラットメジャースケールの4度のインターバルです。このようになります。それでは、説明しながら弾いてみたいと思います。次も1です。そしてここで2を押さえ、次4を押さえます。で次は、D 線が1になります。シフティングし4を押さえ2を押さえます。で4を押さえておきますね。ここで2、4となってます。そしてここでも4を押さえます。そして次は10音です。このようになります。続きまして、G フラットメジャースケールのあるいは F シャープメジャースケールの4度のインターバルです。
それでは詳しく説明していきたいと思います。ここで4を押さえます。そして次、移弦とポジション移動が同時に出てくるところなんですが、さらに難しいのは1の指だけではなく1、2で押さえておくというところですね。このように。で、次、2を弾くときには4を押さえます。ここは2を押さえてます。そしてポジション移動で4を押さえます。次、2が残っていて、ここで1を、が残っています。そしてここ、2が残ってます。そしてここで1が3弦を押さえてます。そしてちょっと難しいところ、このようになります。最後に B メジャースケールの4度のインターバルです。このようになります。ほぼ全て説明はしているんですが、念のため、もう一度弾いてみたいと思います。4の指で押さえてます。2で押さえ、次4を押さえます。で、1に変わってます。D 線の上ですね。そして4を押さえます。2に押さえてます。4を押さえてます。2が残ってます。4を押さえます。1が残ります。4を押さえます。ここは4に押さえてますね。で、ここで1になって1を押さえ、残ってます。今日の内容は以上です。ヨドという観点からですね、メジャースケールをしっかり学ぶということに加えて、左手の動きですね、準備の動きを徹底する。それからそれをきちっと行うということは、同時に左手のですね、とても良いトレーニング、筋力トレーニングにもなるかと思います。ぜひこの動き、それからこの奏法をですね、徹底して、皆様の、実際のパフォーマンス、ライブでの演奏、これに、役立てていただければと思います。最後までありがとうございました。